辛いですよね。辛いです。はい。はい。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はじゃーん、ゲストのりな先生です。よろしくお願いします。りな先生は元ヨガインストラクターで、今はピラティスに転向されています。で、今日はいつもの私のエクササイズだともう自己流すぎるので、りな先生にね、体の悩みについて適切なピラティスのトレーニング方法を教えていただきたいと思います。私のお悩みとしては、このお腹周り、最近ぽっこりお腹も気になる、この辺のダブつきも気になるかなっていうので、その辺を重点的に。じゃあまず、正面の姿勢から見ていきます。私がやっているピラティスのメソッドなんですけども、足は全部くっつけて、はい、V の字だと、外側のここの筋肉にも、なるほどね、こうなっちゃうからこっちにってことか、効きやすくなってしまって、はい、内側に筋肉をつけていきたいので、まっすぐこう足は両方ともこうつける感じで立ちます。はい。そうすると今までずっとこう人は多分立ちにくいんだと思うんですけども、それも筋肉が鍛えられていくと立ちやすくなっていく。よく外もも張ってやだとかじゃないですか、そうではなく内々、そうするとここに筋肉がついていくと、筋肉は転換じゃないんですけども、ここがほっそりと取れてきて内側に、だからこうパッと見た時に、なるほどね、体の幅、もも張りさんがなくなるってことか。次は膝と膝、私のように横脚で膝がつかない人もいるかと思うんですが、とにかくこの膝をつかなくてもいいから、そこをつけようと自分で頑張る。膝を曲げないでまっすぐ、かかと重心に膝をギューッとつける感じ、グッ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 、はい、で今度だんだんお尻が垂れてきたらなんかぽっこり出てくる、それよくある。はお尻をキュッと縮める。そうするとここの腰骨と恥骨が横から見た時に真っ平らになってきます。でもまだお腹出てるなと思ったら、お腹ふっとへこます。こうなってるのをふっとえぐらせる感じ。わあ、もうすごいきれいになってきた。はい、ふっと。そうでもこうすると肩が上がっちゃう。はい、そしたらこの上半身は抜く感じで、はい、ヒュッとリラックス。背骨からずっとここが上ヒューッとつられてる感じ、で肩はリラックス、あばらは開かない、でもお腹はへこます。これ難しい。これですね、肩から胸から上は緊張しないでリラックス。なんかバレリーナの人ね、首を長く、首を長く意識するのはここを下げる。ここを下げる。ってやらないで、リラックスしながら、でもここをキュッと、じゃあいろんおな腹をヒュッと上げて、ここをヒュッと縮める。ヒュッとこういう感じ。どんどんこう胸がこう開いてきて、とても綺麗ですね。とにかく後ろで、目開かない。お腹へこむさ。あばら開かない。でも難しい。ヒュッと。で笑う。はい、リラックスですね。完璧です。手のひらは前向いてていいんですか？横が理想ですね。でも最初のうちこう前に開くことで、ここが開きやすくなることはあります。はい。でも最終的にはこう横にしたいんですけれども、横より前にした方が胸が開きやすい。であれば最初ちょっとこれで頑張ってもいいけれど、こうやってちょっと立ってるのおかしいので、最終的には横。耳、肩、肘、手、膝、かかとが一直線横から見たときに。さっきのポジションも一回。はい、足どっちもくっつける。かかと重心、膝はちゃんと伸ばして、でもここが膝を伸ばすっていうのはこういうことね。こう曲げないで伸ばして、こことここは膝同士をくっつけて、でお尻をクッてして、ここの腰骨と恥骨が横から見て平行、つまりお腹もへこます。これはもう全然反り腰じゃないですよね。で、お腹ヒューってへこまして、でも肩上げないでリラックス、そしてあばらは開かない。はい、難しい。ヒューつられてる感じ。肩はリラックス。ここトン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 ヒュー。綺麗。すごいなんか力入ってる感じ。ここお腹とお尻と足までは多分すごい力入ってると思うんですけど、
ここは入れない。はい。入れたら肩がこうビュンって三角になっちゃうので、ここは上げない。リラックス。すごい綺麗ですね。本当ですか？ここがお腹頑張る。お尻ギュッと。でここ横につける。はい、この姿勢で多分ずっといればピラティスいらないで綺麗に姿勢が戻っていくと思います。だんだん前のめりになってる。前のめりになってダメ。入れる。ほら。つらい。もっとリラックス。顎ちょっと下げるかな。はい。もうなんかやってるうちに何が正しいのか分からなくて。そうだからもう一回最初から下。ポイントは足。下から行った方がいいんですね。そうですね。足。でかかと重心。はい、かかと重心。膝は曲げないでピーンと伸ばす。そうするとこの膝のたりみとかもね取れてくるので。それすごく重要です。ここ。ここね。でキュッとちゃんと立って、でも膝を横伸ばす、横同士中にくっつける。はい。お尻もさっきのようにキュッとして締める感じ。お腹をへこます。とにかく上に引っ張られてる感じ。で、あばらを出さないように胸を開く。あばらは出さない。で、ちょっと前のめりになっちゃってるから、リカさんの場合は顎を引く。で、ここ肩から上は力を入れないで、ヒューッと背骨からトン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 って上に引っ張られて抜く感じ。抜く感じ。はい、とても綺麗ですね。辛いですよね。辛いです。はい。こちらです。これが意識ですね。姿勢の意識ですね。これを意識しながら、今の感覚をどうしました？膝が疲れたもん。じゃあ意識しないで立ってみてもらっていいですか？はい。リカさんの場合はちょっと前のめりになりやすいんだと思うんですね。で、やっぱりちょっと反り腰、こう骨盤が前傾して、極端に言うとこういう感じ。なるほど。それをこうやっぱ後ろ重心でかといってこうならずに上に上げる。ここを長くする感じ。ヒュッて首長く。肩で一生懸命下ろそうとするんじゃなくて、ここの後ろの背中と腰骨と後ろのこの広背筋肩甲骨の底をギューッと縮める感じ。そうすると前のお腹がキューッと伸びる感じしてるの。そういう感じです。今の説明はちょっと分かりやすかったです。実際に力こぶを変えるとかっていうように分かる筋肉や今の段階でないと思うんだけれども、それを意識するだけでも変わっていくの。この鎖骨が床と平行な形になりましたよね。それがだんだんまっすぐなってるのがまっすぐここがこうなるってことですね。そうすると見た目ももちろんこうオープンというか、自信があるようにも見えるし、プラスこう息が吸いやすくなって、自律神経も整ってどんどんポジティブなマインドが生まれてきたりとか、そういうことでもやっぱり姿勢ってすごい大事。確かにこうじゃね、なんかついネガティブになっちゃうもんね。あと視点もすごい変わってくる、自分が背が高くなった感じっていうか、つらされていくので、背骨の一個ずつが隙間が開くような気がします。なるほど、本当にそんな感じ。足はねやっぱりね癖で最初はやっぱりすっごい意識して力入れないと難しいと思うんですけども、上半身はこういう肩とかには絶対もう力を入れないでふっと。こっちは力入れてるのにこっちが抜くっていうのがすごく難しい。でもやっぱりそのコネクトしてないので、そことその筋肉は解剖学的には分けてすることができる。なるほど。はい、まずじゃあこの姿勢を覚えて、ストレッチエクササイズに入っていきます。これはストレッチエクササイズには含まれません。含まれません。はい、それではまず、ダウンドッグのストレッチから。はい、ダウンドッグ大好き。はい。あれ気持ちいいですよね。はい、正しいやり方お願いします。はい。まず四つん這いのポジションになって、肩と胴体と、この腰のここ、90度90度全部90度。でこの時も先ほどの姿勢を意識していただきたいんですね。お腹をへこます、背骨から頭を抜ける感じでリラックス。どうしてもねそれができなくてこうなっちゃう人とかこうなっちゃう人がいるんですけど、そうすると手を床からギューッと押すようにしてください。そうすると自然に背骨から頭抜きやすくなると思うんですよね。私ちょっとごめんなさいね、手首がちょっと硬いので、できる範囲でできる人はやってください。床を押す感じ、体を床に押すんじゃなくて床から体を押す感じ、下から上の力かな。
はい、この状態から膝を浮かせて足を床につきます。はい、足の裏をね、ごめんなさい。でこれが基本的にダウンドッグの姿勢なんですけれども、はい、ここでも先ほどの姿勢を意識してかかと重心、かかとをぎゅーっと床に押し付ける感じ。そうすると、はい、この後ろのハムストリングと後ろの筋肉がビーッと伸びた感じがするかと思うんですけれども、はい、ぎゅーっとかかとを押して息を吸い吐きながら先ほどの抜く感じ、抜きたい時は手でぎゅーっと床を押すんだけれども、肩じゃなくって肩にいっちゃう。肩ではなくここ、さっきのここを意識するだけでも変わると思う。後ろにぎゅーっと押しながら肩には力入れない。肩に力入れたら猫背になっちゃうから、この脇の下と足の後ろが伸びる。これどうしても足が伸ばせないっていうか膝が伸ばせない人はちょっと曲がってても大丈夫ですか？任せてももちろん任せてもいい。とにかくかかと側の方に重心を置くように。これふみふみしててもいい？いいよ、気持ちいい程度。気持ちいい。これストレッチなのね。ストレッチでした。そうはいはいはい。で先ほどに膝を床に戻して四つん這いに戻って軽くお尻を引きます。チャイルドポーズ。はい、ふー、呼吸絶対に忘れないように。でこの時もポイントはお尻ギュー、お尻の方にギューッと。お尻が上がらないように。ではこれからちょっと体が温かくなってくると思うんですね。これやるだけでも。いやマジもう暑い。はい。朝起きて私これから一日スタートしたりします。サーキュレーション。いい感じだと思います。はい。ではこれからピラティスになります。でまずお尻このように座って足また同じように足どっちとも両足ともピタッてくっつけて、膝もくっつけてさっきの立ってる姿勢と同じ足きれいにどっちもつけます。でゆっくり寝る。で寝てる時も同じように足ちゃんとぴったりくっつけてね。足ぴったりくっつけて恥骨と腰骨を支点にトライアングルを自分の手で作ります。はい。でその時に恥骨と腰骨が床と平行な位置に骨盤をずらしてください。こうにもならないしこうにもなったりしない。でちょっと自分つけなくていいってことですね。背中はつけるつけないはフォーカスしないで、恥骨と腰骨を床と平行にのポジションに骨盤を持ってきます。でちょっと自分で、ちょっと見てその時に例えばこの自分の人差し指が恥骨に当たると思うんだけれども、それと親指が同じ位置にあるかなと、平行かなと。どうだろう。そうですね。このぐらいかな。このぐらい。極端に言えばこれはダメだよと。こうなっちゃダメってことね。こうなりたいの。手がねこの骨盤の上にゆっくり置いた時にこうなりたい、表面を。でこの状態をキープしながら両腕を体の横に置きます。その時にもう最初のポジション大事なんですけども、先ほどの肩を開く感じ、こうやって猫背にならないで肩を開くね。で先ほどのちゃんと足ぴったり、恥骨内骨床平行、肩開きながら両腕は体の両先で息を吸って吐きながら頭と首をゆっくり上げます。先ほどのポジションをキープしながら、でその時にお腹を出さない、姿勢でやった通りお腹をへこます。ふっとこの状態で両腕を上下します。息を吸って、はい、で目線は膝、息を吸ってこう吐いて、息吸って、息吸う時にお腹上がない、お腹はもうギュッとで恥骨もずっと膣を締める感じ。目線は膝で肩に力入れない。肩を抜くと恥骨が上がります。はい、上がっちゃダメです。はい、息吸って吐きながら頭をゆっくり戻します。どうですか？難しいですよね。難しい。さっきのポイントは足内転、両足ともぴったりくっつける。で恥骨をまっすぐ、恥骨と腰骨が床と平行。このぐらい。この時に人によっては、背中が床につく方もいればつかない方もいるんですけども、そこは
ポイントではなくて、恥骨と腰骨が床と平行というのがポイント。私ちょっとここが開くんですけど、これぐらいで大丈夫。大丈夫。これが確認できたら、両腕が体の両脇で、肩は開いてリラックスで、首長くさっきの視線のポジションで、そこから息を吸って吐きながら頭と首をゆっくり持ち上げて、目線をここにしてポジションを変えないように両腕を上下。1,2,3,4,5,6,7,8息吸って吐いてご自分でクリック。恥骨が上がってる。こうか、こうか、こっちだ。で分かんなくなったら、両手こうやってやってる間に自分でこうやって恥骨で確認してもいいし、やり直してもいい。回数こなすというよりも正しいポジションでやっていくってことだね。はい。肩ね、ギュッギュッギュッってどんどん猫背というか、巻き肩になっていく。肩がこうなってくる。そしたらそこまで上げれる、今筋肉おそらくついてないので、上げれるところで本当に少し、とにかくポジションを崩さない。頑張って上げようっていうよりも、恥骨腰骨平行、肩リラックスを、恥骨腰骨平行、肩リラックスをプライオリティにして上げようとしない、最初は。でこれもっと膣をねギュッと締める感じ。膣を締めて、膣の締め方がわからん。ギュッてお尻の穴を締める。はい、あ、お尻の方がわかる。もっと恥骨が床につける方向、床につける。こう、そっちで、ここ上げない、お腹出さない。恥骨を意識するとお腹が上がる。そうなんですよ。お尻の穴を締めると内ももが締まる。じゃあ戻ります。お腹出ちゃった。出る。はい、これをですね、本当1日10回でもやれないと思います。最初は難しい、暑い。で終わった後に肩が痛くなったっていうのは、やり方が違ってるの、間違ってるというか、肩に力が入りすぎちゃってるので、肩がこうなっちゃってるってことだ。とにかくリラックス。だから本当顔はなんか魂抜けたような顔しながらやった方がいいかもしれない。なるほど。ここに眉間にシワを寄せない。よない。一番意識するところは恥骨ですか？それとも足つける？全部、はい、全部なんですけど、やっぱこのエクササイズで鍛えられるのは内もも、あとやっぱり骨盤底筋群ってマジ重要。尿漏れだったり、コアって言われるところ、あとは腹横筋って言って、お腹をグッとするための筋肉。それはぽっこりお腹を、あとは腕を上下しているので、ぷよぷよの二の腕、そこにも効く。そこでも肩を進めてしまうと、逆の上腕二頭筋、こっちの方に効いてしまうのでいらないですよね。いらない。はい。そしたらやっぱり肩はリラックスして、こことここを意識する。意識することが重要で、回数を別に本当100回やらなくても大丈夫。できない。だからそう、本当に正しいポジションでやるっていうことが一番大事ですね。わかりました。最初は使ってない筋肉だと、やっててもわかんない。どこに効いてるのかわかんない。回数をこなしていくとだんだん分かってきます。じゃあ次これが終わったら、今お腹いろいろ使ったので、軽くこう寝っ転がって、足をクロスして、で自分でクロスしてる方の足、同じ手で足を押さえて逆側を見る。はい。で逆の手を伸ばせたら伸ばして。これはもう本当気持ちいいだけでいい。もうここは気持ちいいだけでいきましょう。はい、逆。はい。マジ気持ちいい。はい。吐くことを意識してください。はい、元に戻ります。でゆっくり横にコロンとして起き上がってもいいし、腰を痛めて。じゃあ最後にもう一回姿勢、本当こういうピラティスって1日生活してて10分しかやらないけれど、姿勢ってもう寝てる以外は、四六時中これなので、最後もう一回姿勢をチェックしていきたいと思います。じゃあさっき言ったものをちょっと意識してもらって、全部つけて、でお尻を締め、お腹を上げ、肩をリラックスして吊るされた感じ。パーフェクトですね。本当に？もうちょっと膝を伸ばした方がいいかも。かかと重心。足つける、かかと重心、膝伸ばす。膝と膝をギューッとつけて、内側の筋肉、お尻をギュッと、お尻の穴をギュッと締める感じだけど、お腹をうーってへこまして、肩を開くけどあばらは開かない。で背骨からずっと頭抜かす感じで、
耳と肩の下を伸ばす、ここの肩甲骨の後ろと後ろの腰骨をぎゅーっと縮めて、前は伸びす。顎ちょっと、はい、素晴らしい。これで、はい、生きてきます。これで私は24時間生きてきます。はい、はい、以上です。はい、こういう感じで、次回もね、りな先生に、次はお尻、垂れたお尻を正しい位置に戻す、そういうね運動を教えてもらいたいと思います。それでは最後までありがとうございました。またね。バイバイ。